特に注目してほしいのは、仏様の実際のお振る舞いに仏様の仏様たるゆえんがあるということです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第21回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどをお話ししています。なるべく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では、今回のお話です。現在は無量義経十九読本第3についてお話をしています。前回の話の中で、無量義経を修行して仏になると十の不思議な力を得ると無量義経に説かれていることを説明しました。十の不思議な力ですから十九読本という題名がついたということですね。そこで仏様は大聖言菩薩に対してこの十の不思議な力について聞きたいかと問われます。もちろん大聖言菩薩は説いてくださいと仏様にお願いをします。ここでいや聞かないです。言わなくていいですと大聖言菩薩が言ったら驚きますね。仏様もえってなるかもしれません。修行している身からすれば仏になったらどんな風になれるのだろうかというのはこれは興味津々のことだと思います。とにかく修行しろと言われてもでは修行したらどうなるかを知りたいというのが人情ですね。ゴールは見えないけれども走り続けなさいというのはなかなかに苦しいことです。そういう私たちの気持ちを仏様はご存知なので、ここでは十の不思議な力を示し、それがゴールの一つの姿であるということを私たちに示してくれる、教えてくれるわけです。で、こういったとりあえず仏様が修行のゴールのようなものを教えてくれるというのは、法華経の化上湯本というところでも出てきます。修行をする人たちの励みとして仮のゴールを示してくれるというそういう例えなんです。ただ気をつけなければいけないのは、では仏になるということは力を得ることが大事なのかといえば、これはそういうことでもないということです。よく成仏するのはどういうことですかと聞かれることがあります。これは実は経典によっても違います。非常に長い間修行した結果、仏になることができるという教えもあれば、自分自身が仏になることを、これはある意味放棄して、仏様に救っていただこうと願う教えもあります。法華経に関しては、以前もお話ししたかもしれませんが、遠い側面、深い本意という立場をとります。仏になるというのは、仏に変身するということではないという、そういう立場です。これはあなたはあなたのまま仏になっていくという教えなんですね。自分自身の複雑な心象模様の中に仏という仏界というものを見出していくという作業そのものが仏になっていくという、そういった教えと捉えることができると思います。それほど仏教に触れてないような方にとってはどれもそんなに違わないし一緒じゃないかと、それぞれ成仏するその姿や考え方が違うというのは、そんな大した違いじゃないよと、そういうふうに思われるかもしれませんが、この成仏に対するスタンスというのは非常に大きな違いを生みます。ちょっと話がどちらかってしまったんですけども、この無量義経でもまた法華経でも仏様にはこんな力があるとか、こんなことができますよというのが説かれていきますが、そういうところから仏様のイメージを深めていくということも大切だと思います。ただ、特に注目してほしいのは、仏様の実際のお振る舞い、お振る舞いに仏様の仏様たるゆえんがあるということです。これはもちろん菩薩の振る舞いも含まれますが、このお振る舞いを字と言ったりもします。無量義経にも
この経の人人不思議の字を敷衍したまえと仏様に対して大聖言菩薩が願い出る場面があります。この経の大変不思議なるところの字を敷衍したまえ、私たちに説き示してほしいと仏様に願い出る、そういう場面です。この場合のこの大聖言菩薩が仏様に申し上げた字というのは、先ほど言った人人不思議、この経の人人不思議とありましたから、お経の働きというそういうニュアンスで受け止めてもらってもいいと思います。ちょっと話がごちゃごちゃしてしまっているんですけども、仏様の振る舞いの中に仏様のそのあり方というものを見ていて、そして私たちが成仏するということはどういうことなんだろうかということを少しずつ自分自身の中でもイメージしていっていただけたらと思います。では話を戻します。今回冒頭でも言いましたが、10の不思議力の10項目を全部挙げました。今回はその最初の不思議力を見ていきたいと思います。上心不思議力でした。この上心不思議力は、未発心のものに菩提心を起こさせる。まだ仏になりたいという気持ちを持っていないものに菩提の心、仏になりたいという心を起こさせ、そして煩悩が盛んなるものにそれを断尽する、それをなくなそうとする、その心を起こさせる功徳力のことです。不思議な力のことですね。こういった力を得ることができるというわけです。実際のお経文は次の通りです。と言いたいところなんですけども、これすごく長いんですね。ですので、大変長いので、かいつまんで説明をしていきたいと思います。一応実際のお経文は、この画面に少し映します。では、じゃあ一つずつ見ていきましょう。まず最初は、菩薩の未だ発心せざるものをして、菩提心を起こさしめとこうありました。この場合の菩薩は、菩薩というその修行者としての姿というより、菩薩像というイメージとして捉えていただくといいと思います。菩薩というのは以前も話しましたが、利他ということが象徴的な修行者の姿です。この利他はですね、最近すごく注目されている思想ですので、いろんなところでもしかしたら皆さんが耳にするかもしれません。利他というのは他を利するということで、自分だけが救われればよいということではなく、他者と共に救われていくという姿勢のことです。ここでは、まだ利他の心を起こしてない修行者に菩提心を得たいという心を起こさしめるという、そういう意味です。続いて、自尽なき者に自身を起こさしめとあります。これは、慈しみの心を持たない人に慈しみの心を持たせることができるという意味です。仏様のことを知ると、他者を慈しみたいという心も自然と出てくるということですね。続いて、殺戮を好む者には大悲の心を起こさしめとあります。生命を奪う者には大悲の心を起こさせるという意味です。大悲というのは悲しみに寄り添うという意味ですね。次は、嫉妬を生ずる者には随喜の心を起こさしめとあります。嫉妬する者、他人のことを羨む人には、他人が良いことをしているのを見て喜ぶ心を起こさせるという意味です。嫉妬というのは他人を羨むということ以上に、自分が大切にされていないという悲しい思いがあります。嫉妬というのはちょっとやそっとでは片付けられない根深いものがあるんだと思うんです。次は、愛着ある者には能者の心を起こさしめです。執着する人にはよく捨てる心を起こさせてくれると。これは執着する心そのものを能者するということです。心をどうにかしないと執着は消えないんですね。続いて、
もろもろの剣丼のものには、伏せの心を起こさしめとあります。剣丼というのは、先の執着に似ているんですけども、物惜しみが激しい状態。言い方悪くすれば、ケチくさい状態ですね。そういう人には、他者へ施すという心を起こさせてくれる。次は、狂慢大き者には自戒の心を起こさしめです。狂慢というのはうぬぼれのことですね。うぬぼれの気持ちが強い人に戒めを呼び起こさせてくれると。自分に自信がある状態とうぬぼれている状態というのは、これは違います。うぬぼれている状態というのは、本当はできていないのにできていると思っている状態です。これを増上慢と言ったりもしますね。そういった状態にあるときには、戒め、自分を戒めるその心を起こさすことができるというわけです。それから、真理の盛んなるものには、ニンニクの心を起こさしめとあります。真理とは自分の中に内在する怒りのことです。自分の中から湧き上がってくる怒りが必要以上に盛んな人は、ニンニクの心を起こさせて、その怒りを収めてくれる。その怒りの火を消してくれるということです。次は、気体を生ずる者には精進の心を起こさしめです。気体というのは怠ける気持ちですね。怠ける気持ちが強い者には精進、一生懸命励む心を起こさせると。それから、散乱の者には禅情の心を起こさしめとあります。気持ちが落ち着かない者には定まった心を起こさせる。また、愚痴多き者には知恵の心を起こさしめです。いろいろと迷ってしまっている者には知恵の心を起こさせるというんですね。愚痴というのがぐちぐち口の中から出てくるものというよりは、迷ってしまっているというふうに捉えるところも、これも仏教的にとても面白いことだなというところだと思います。そしてそういう状態の時には、知恵の心を起こさせることが大事なんだというんですね。先ほどの真にやこの愚痴、それからトン、むさぼりですね。むさぼりに関しては、これを三毒と言ったりします。そのことについてはまた別の機会にしっかりと話をしてみたいと思います。それから、未だ彼を度することあたわざる者には、彼を度する心を起こさしめと、こうあります。これはとても面白い考え方ですね。他人を導くことができない人には、導こうとする心を起こさせると、こうあるわけです。導く力を与えるのではなくて、導こうとする心を起こさせるんです。他人を導くことができるようになるまで、導くことはできないと思っていると、結局いつまでたっても他人を導くことはできません。だって考えてみれば、どんな力があれば、どんな能力があれば、何を知っていれば他人を導くことができるようになるかというと、それはわからないからですね。いろいろ迷うよりも、導こうという意志、心を起こさせることから始めるというのは、私たちが他人と接するとき、特に子供たちと接するときには大切な心なのかもしれないです。できる、できないが判断基準ではなくて、心が大切だよということでしょうか。まだもう少し上心不思議力には説明が続くんですが、あとは省略させていただきます。ここまでのこの力を第一の功徳不思議力と名付くんだと、この無料義経では説かれています。とっても多いんですけども、これでも第一番目なんです。とはいえ、実際のところ残りの9つも、ここで説明したようなことをもっと深く掘り下げて説かれているという感じです。ここではいくつも対比が出てきました。自信には自信とか、嫉妬には随気とか、愛着には能書とか、他にも気体には精進、それから度することあたわざるならば度する心を起こさしめと、
こういった対比の中に仏教らしさというものが存在しているようにも思いますし、もし自分の中にこのような心があったとすれば、この対比を参考にして自分の心と向き合っていくのが良いかもしれません。それでは今回はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。